虫刺されで一番代表的なのは蚊です。どうして蚊アレルギーになるかっていうと、によって蚊アレルギーを起こすと言われています。子供に多いかなり稀な病気ではあります。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。今日お話しする内容は水ぶくれができる虫刺され、特に蚊に刺され、分子過敏症、蚊のアレルギー、水ぶくれができる原因、水ぶくれができた時の対策、蚊に刺されて後になっちゃうのか、蚊に刺されの治療、予防について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、虫刺されについて詳しくなれると思います。このチャンネルはニキビ跡と様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。虫刺されって皆さんも経験されたことってありますよね。虫刺されは蚊、ブヨ、ダニ、ノミ、毛虫、ハチ、ムカデとかによって起こる皮膚炎のことで、中歯症って言うんですよ。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。虫刺されで一番代表的なのはご存知、蚊です。体長が5ミリぐらいで、体内に蚊って130種類ぐらい存在するんですけど、お庭とか公園とかでは、一筋島蚊、あとは室内だと赤いイエカに刺されることが多いです。血を吸うのは産卵を控えたメスだけです。蚊って皮膚に止まって血を吸うときに唾液を注入するので、刺されたところが赤く腫れます。で、通常は顔や手足とか洋服から出ているところを噛みます。蚊は普段は草花の蜜とか汁を主食としてるんですけど、メスが産卵するときに卵を発達させるのにタンパク質が必要なので動物の血を吸うんです。あと、蚊の幼虫のボウフラは水の中で成長するので、ジメジメした水たまりや排水溝なんかから発生します。分子過敏症、いわゆる蚊アレルギーについてなんですが、症状がどのように出るかはかなり個人差があります。普段は蚊に刺されてもかきむしったりしなければ数日で治るんですが、たまに蚊に刺されたところが赤く痒くなる以外に血まめとか広いかさぶたとか水ぶくれができて、その傷跡が1ヶ月以上も残る方がいらっしゃるんです。他にも熱が出たり、リンパ節が腫れたりとか下痢が起こったりもします。このような方は蚊アレルギーとか分子過敏症とかとも言われていて、子供に多いかなり稀な病気ではあります。どうしてこの症状になるかっていうと、蚊は血を吸うときに唾液を分泌します。唾液の中には麻酔成分とか血液が固まらないような成分が入っていて、体質によってこの成分に過剰反応して蚊アレルギーを起こすと言われています。水ぶくれができる原因としては、だいたい蚊に刺されても2日ぐらいで自然に治りますが、かき壊してしまうと水ぶくれができてしまいます。水ぶくれは医学的には水疱って言って、靴ずれを起こした時とか、細菌感染を起こした時にできてきて、皮膚の細胞が損傷を受けて、組織から滲み出てきた体液とか、タンパク質が皮下に溜まってできます。この水ぶくれは虫刺されでも起こります。どうして虫刺されで水ぶくれができちゃうのかっていうと、虫が持つ毒液によって皮膚の細胞が傷つけられてしまって水ぶくれができます。他にも虫が吸血するときに注入した成分に対するアレルギー反応、つまり体内に侵入した異物に対する防御反応で水ぶくれができます。虫刺されによって水ぶくれができるかは、どの虫に刺されたかよりは、個人の体質によるものが大きいです。同じ虫に刺されても、人によって赤みだけ出る人もいれば、すっごくひどく水ぶくれになる方もいて、症状の出方にはかなり差があります。あと、子供の場合は、大人に比べて虫刺されによる症状が強く出やすいので、ご注意ください。ここからは水ぶくれができちゃった時の対策についてお話しします。水ぶくれができてチュクチュクしてる時は消毒はしないで、まずは石鹸で洗ってください。痒くてかいてしまうと細菌が入って化膿してシミや跡に残ったりもしますので、
ステロイドを塗ったり、かゆみ止めを飲んだりして、炎症をしっかりと抑えましょう。特にお子さんの場合は、炊かないでって言っても我慢できずに飛び火になったりもしますので、早めにお近くの皮膚科を受診なさってくださいね。蚊に刺されが後になってしまうのはどうしてなんでしょうか？蚊に刺された場合は、多くの方は後を残さずにきれいに治ることがほとんどなんですが、かきむしってしまうと、シミのような茶色い色が残ります。これは炎症後色素沈着って言って、皮膚を修復させる過程でメラニンっていう色素が沈着してしまうから起こります。虫に刺された時に炎症後の色素沈着になるのは早く治療をしないからなんです。炎症後の色素沈着はニキビの跡とか、日焼け、あとは擦り傷の跡とかでも起こります。こうした皮膚に炎症が起きると組織が傷つきます。傷ついた組織を修復する過程でメラノサイトが活性化されてメラニン色素が作られてしまって色素沈着になります。通常は皮膚はターンオーバーしていつかはこのシミは消えてきますが1年以上かかって消えることもあります。特にかき壊してしまって炎症が長引けば長引くほどメラニンが表皮から真皮に落ちてしまってターンオーバーで取れにくくなって最悪完全にシミとなって残っちゃうってことがあります。特に大人になると肌のターンオーバーが遅くなって後になりやすいんです。なので虫に刺された時は炎症を早く抑えるためにステロイドを塗るっていうことが大切ですし、紫外線対策もしっかりとしてもらいます。炎症が起きて赤くなっているところに日光を浴びてしまうとメラノサイトが活発になってさらにシミになりやすくなるんです。蚊に刺された時の治療や予防についてお話しします。軽症だったら市販のかゆみ止めで大丈夫ですが、赤みやかゆみが強い時はもうステロイドの外用やアレルギーを抑える飲み薬が必要です。ただ治療は皮膚症状を抑えるだけになりますので、蚊が身近にいるとまた刺されてしまいますので、窓を開けたまま寝たりしないで網戸を活用しましょう。蚊は水たまりとか草むらに潜んで吸血する機会を狙ってます。夏場でも蚊に刺されそうなところに行く場合は、長袖、長ズボン、あと首周りはタオルで覆って皮膚が出ている場所を減らす。と虫除けグッズや殺虫剤を持ち歩くようにしましょう。あと、蚊って黒とか紺色の濃い色を好む傾向にあるので、明るめの色の服の方が刺されにくくなります。水たまりとか植木鉢の受け皿に溜まった水から蚊の幼虫のボウフラが発生するので、もう掃除をするとかして植木鉢から蚊を発生しないようにも気をつけましょう。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで、今日は蚊に刺されについて、分子過敏症、いわゆる蚊アレルギーについて、水ぶくれができる原因、水ぶくれができた時の対策、蚊に刺されると後になるのか、蚊に刺されの治療予防について皆さんにお話をさせていただきました。蚊に刺されはよく見る皮膚トラブルですが、かきむしるとかゆみが増して症状が悪化して色素沈着を起こすこともあるので早めに対応してくださいね。今日の動画が少しでも役に立ったなっていう方は高評価やチャンネル登録をしていただけると今後の動画配信の励みになりますのでとても嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにするための動画やためになる動画がたくさんありますのでぜひご覧になってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。